稽古再開するぞ。立ち位置につけ。ここは。天馬、どうした？いえ、何でもありません。何をぼーっとしているんだ、天馬司。ただでさえ厳しい三日月組の稽古、気を抜くなど言語道断。お待たせしてすみません。位置につきました。よし。木島さんも準備はいいですか？ああ、問題ない。それでは台本14ページ、六郎と勘助の盾のシーンから、よーい始め。はあ！なぜだ兄上、なぜ新政府軍に肩入れなど。生涯をかけて将軍家に仕えるといったあの時の約束をたがえるのか。時代とともに人も変わる、それだけだ。おお、すげえ。あの二人また盾の腕前上げたんじゃないか？それにスピードも。右上からの振り下ろしをいなして体重移動、一呼吸分け前に踏み込んで。いや、俺が想定より前に出てしまっている。半歩分後ろか。さすがだ天馬君、今のアイコンタクトできっちり位置を修正してきたな。このままラストまで。さらにスピードが上がった。この速さに加えて正確さと迫力。木島さんはもちろんだが、すごいな天馬のやつ。いい動きだ。ここに来た当初は盾特有の体の使い方に苦戦していたが、よくついてこられている。だがそれでは一度休憩を挟もう。15分後、今のシーンの続きから始めるぞ。はい。木島さん、後ほどさっきの盾のことですり合わせをお願いしてもいいですか。木島さんが演じる兄の六郎と俺が演じる弟の勘助、感情の動きに合わせて少し立ち回りを変えてみたい箇所があって。ああ、いいぞ。それなら後でと言わず今からでも。いやいや、ダメですって。ちゃんと休憩しないと後に響きますよ。それもそうか。体を休めないと練習中の集中力も下がる。盾の確認は投手稽古の後でどうだ。はい、お願いします。二人とも気合入ってますね。まあ気持ちはわかりますけど、この演目は三日月組初のダブル主演で、天馬の三日月組での卒業公演になるわけですから。はい、本当に皆さんにはお世話になりました。盾も体の使い方もまだまだだった俺に皆さんは丁寧に指導してくれて、おかげでたくさんの得難い経験を積むことができました。天馬は本当に成長したよ。しかし三日月組を出たら海外で役者の修行か。思い切ったことするよな。俺だったら見知らぬ土地で修行なんておじけついてできないと思う。すごいよ本当。いえ、
ターになるという夢のためですから。まあこれからニューヨークへ行って次の劇団を探さなければならないので本当に手探りではありますが。そっか、演劇学校に通いながら劇団を探すって言ってたもんな。はい、俺には大きな実績がないので向こうで実力をつけながらにはなりますが、世界のスターを目指して走り続けていこうと思います。そのためにも最後の公演はこれまでの集大成として全力で演じますね。全力でか。そうだな。実際君は目覚ましい成長を遂げたが課題点もまだまだ多い。しかしそれは言い換えれば伸びしろがあるということ。本番までにさらに演技を磨いていこう。だから思いっきりぶつかってくるといい。はい、よろしくお願いします。ワンダーステージを出てからいろいろな劇団で修行させてもらったが、日本を立つ前の最後の劇団が三日月組で本当に良かった。紹介してくれた翔介さんには感謝しないとな。今でこそなんとか木島さんと渡り合えるようにはなってきているが、思い返せば最初は練習についていくだけで精一杯だった。どうした天馬くん、そんな体力で1公演全力で演じきれると思っているのか？思っていません。それなら立ち止まらずに走りきれ。太陽は待ってくれないぞ。日が沈むまでに全力疾走残り5周だ。了解です。残り5周走り切ってみせます。よし、ここの盾はダイナミックさを出すためにも回転を加えて思い切り。すみません、バランスを崩されたようですが大丈夫ですか？いや、すまない。まさか回転を加えるとは思わなくてね。でも対処しきれなかった俺の問題だから、天馬くんは気にしなくていいよ。次は受け切ってみせるからさ。はい、すみません。つい M たちにやるようにアドリブを入れてしまったが、あいつらは少し特殊だったからな。それなら次は。今日の公演大成功だったな。特に天馬くんの活躍ぶりには目を見張ったぞ。本当ですか？木島さんにそう言っていただけて嬉しいです。だがここで満足してはいけないぞ。以前いた劇団ではこんなものではなかったと聞いている。君ならもっとできるはずだ。確かに盾の動きにはまだぎこちなさが残っているかもしれません。しかしあらゆる動きを自分のものにしてこそスター。これからもっと精進していきます。木島さんや三日月組の皆さんのおかげで本当に多くのことを学ぶことができました。この恩を返すためにも必ず最高の舞台にしてみせます。皆さんと木島さんと一緒に。なあ、期待しているぞ天馬くん。最後まで共に駆け抜けようじゃないか。はい。